内からしばらくご無沙汰しておりました。年末も押し迫り、気持ちばかり焦ってしまいます。そんな中、先日今年最後の旅に行ってきました。今回の旅の目的地は四国です。今回の旅では当初フェリーも考えましたが、時間の都合で飛行機で羽田から高松空港に入りました。空港でレンタカーを借りて、最初に琴平宮をお参りして、大塚国際美術館を鑑賞、祖谷のかずら橋を渡り、道後温泉を堪能し、白熊ピースに会いに戸部動物園へ、そして松山空港から東京に戻る3泊4日の旅でした。四国旅行の最初にご紹介するのは琴平宮、通称こんぴらさんです。琴平宮を参拝するには、お土産物屋が並ぶこの門前町の表参道を通り、多くの商店の間を通る表参道の階段を113段登ります。するとようやく一の坂鳥居と備前焼の狛犬が見えてきます。実はここからが本格的な登りが始まります。この辺りの通りや階段の雰囲気はなんとなく伊香保温泉の階段に似ている気がします。しばらくして石段の365段目にある大門が見えてきました。大門は1650年に松平頼重によって寄進されました。二層入りもや造り、瓦葺きの堂々とした建物で総門にふさわしい風格です。左右には随神である武者の像が安置されており、向かって左手は若者の武者像です。そして右手は老人の武者像です。大門を抜けると五人略将と呼ばれる方が神代飴を売っていました。大門の内側は商売が禁止されていますが、五人略将の家筋だけは許されているそうです。琴平宮には公式に数は公表されていないほどたくさんの鳥居があります。そんな鳥居をくぐって進みます。この石畳の長い道は桜馬場です。道の左右に多くの桜の木が植えてあり、春には見事な桜並木が楽しめるそうです。満開の桜見たいよね。さらに階段を上ると見えてきたのが桜馬場西詰大鳥居です。この鳥居は431段目にあり、御本宮までの中間に位置します。鳥居脇には狛犬の他にこんぴら犬の権の像がありました。桜の馬場近くには神馬舎があり、2頭の神馬がいました。12歳の白平号と16歳の後期号です。そのすぐ近くには巨大なスクリューが奉納されていました。また平和のシンボルとしてアフリカゾウの像もありました。
御本宮に向かってさらに階段を上ります。やはりインバウンドの観光客がとても多かったです。正面に朝日社が見えてきました。そして手前右手には罪や汚れを清めるための場所の祓土社と火と雷の力を司る神様を祀っているこの雷社があります。そして628段目にある朝日社です。二重入りもや造りで高さは18メートルと立派な建物です。朝日社の御祭神は雨の水主の神天照大神など八百万の神が祀られています。さらに御本宮に向けて歩いて行くと見えてきたのが榊門です。昔は榊門と呼ばれていましたが、略の字が縁起が悪いため再建時に榊門へと改称されました。そしていよいよ御本宮への最後の階段です。段差が大きく急勾配の階段のため息が上がります。785段の階段を上りきったところにあるのが御本宮です。御祭神は大物主の神崇徳天皇です。ご利益は海上守護、五穀豊穣、商売繁盛など広範なご神徳があります。社殿は壮麗な三間社流れ造りで、現在の社殿は1878年に再建されたものです。御本宮横に太さ5メートル、高さ25メートルの巨大なクスノキのご神木があります。御本宮の横には神楽殿がありました。色鮮やかな大太鼓が目を引きます。この日は見れませんでしたが、いつか神楽を見たいものです。御本宮の下は通り抜けができるので通ってきました。御本宮の廊下は神様や神職の方が通るため、一般人は地面を通るよう分離されているそうです。なんだか厳かな感じがします。御本宮と御仏姫社の間は長さ40メートルの長い廊下の南渡り殿です。御仏姫社は御本宮の主祭神の大物主の神の妃御仏姫の命が御祭神です。この銅馬は高村光雲の作だそうです。すぐ近くには厳島神社の小さなお社がありました。御本宮をお参りした後で御朱印と金のお守りをいただきました。願いが叶うといいね。御本宮の脇の展望台からは美しい円錐形の飯野山の裾野に広がる丸亀市を見渡す眺望が広がっています。続いて奥社を目指して
御本宮脇をさらに進みます。御本宮があるのが785段目で、途中、932段目にある白峰神社を通り、奥社はなんと1368段目。あと583段も登らなければなりません。弱音は吐かず、頑張れ。昔、飼い主に代わり、参拝した犬をコンピラ犬といい、今でも犬を連れての参拝ができます。この時も、チワワを連れた参拝者がいました。奥社に行くなんて、すごい。しばらく歩くと、常盤神社が見えてきました。ひっそりと鎮座している社で、文長久や勝負事、厄除けのご利益があるそうです。参拝を済ませ、次に向かいます。次の白峰神社まで、約100段の石段が続きます。ぜいぜいと息が上がって歩いていると、ようやく見えてきました。白峰神社です。山あいの中での朱塗りの社殿が美しいです。崇徳天皇が祀られており、悪縁を断ち良縁を結ぶと言われています。ここはもみじ谷と呼ばれ、紅葉の名所でもあります。奥社に向けて先を急ぎます。きついのはここからで、奥社までまだ445段の石段を登らなければなりません。途中の菅原神社を過ぎてしばらく歩くと、いよいよ奥社に向けて最後の石段の急坂に立ち向かわなければなりません。それでは頑張って登ります。見えてきたかと思いましたが、いやいや甘かった。なかなか見えてきません。やっと着きました。奥社です。奥社の正式名称は伊豆玉神社です。海抜421メートル、表参道から1368段の位置にあります。奥社の御祭神は伊豆玉彦の命です。死して天狗となり、この山を守ると誓ったと伝えられています。そして強力な厄除けのパワースポットとして信仰されています。断崖絶壁に浮かぶ天狗と烏天狗の面が有名だそうです。ここまで苦労して登ってきたので、しっかりと願い事をしてお参りしました。お参りを済ませて奥社の御朱印をいただきました。奥社からは瀬戸大橋が見えていました。それでは石段を引き返します。上りも斜度があってきつかったですが、さらに下りは疲れた膝や太ももにすごくダメージがきました。御本宮を過ぎて旭社まで降りてきました。古くからの慣習で旭社は帰りに参拝するとのことです。旭社のご利益は無病息災、諸願成就、心身の癒しなどです。ここまでで足がガクガクなので、カフェレストラン上
上椿で休憩します。地階はレストランですが、1階のカフェに入ります。カフェメニューはいろいろありますが、今回は一番人気の上椿パフェをいただきました。美味しくて疲れが癒されたよ。今回はこんぴらさん参拝の様子をご紹介しました。御本宮まででもかなり体力を使いますが、奥社まで行くと膝が笑うほど疲れました。軽い気持ちで行くと後悔すると思います。昔の人が犬に代わりに参拝させるこんぴら犬もわかる気がします。でも苦労して自分で参拝するとお願いも叶う気がします。今年の投稿は今回で最後です。本年もご覧いただきありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。皆様、良いお年をお迎えください。